今回は、アカデミー科学のスカイホークを作成します。随分と古そうな箱だ。近郊の模型店で手に入れましたが、中身が揃っていることは確認済みです。こうやって並べてみる感じでは、特に気になるところはありません。けれど、組み立てる途中で分かりましたが、表面が剥離する部分なんかがありました。修復に随分手間がかかったな。あと気になるのはデカールだろう。貼る前にきちんと確認しておかないと、とんでもないことになりそうです。まずはコックピットからです。部品の数は少なめだ。なので、他のキットと比べて、ちょっと大味に感じますね。それでは、まず内部をオーソドックスなグレーで塗装して、ギアの格納庫は、ホワイト FS17875 で塗装します。ホワイトは厄介だな。かなりの回数塗り重ねる必要がありますね。そして、シートを塗り分けしましょう。今回はマスキングしているんだな。最近は頼りっぱなしになってます。さらに、墨入れをやっておきましょう。組み立て後では難しいからな。ケーキ類は、グレーの下地に、艶消し黒を乗せて、エッジになっている部分にホワイトを乗せます。こいつはエナメル塗料だな。塗料が乗りすぎたりしても、簡単に修正できるので便利です。フェイスカーテンハンドルを黄色と黒で塗り分けます。これはさすがにマスキングするわけにはいかないな。小さすぎますからね。さて、塗装が一通り完了しました。次は組み立てかな。その前にデカールを貼りましょう。ただ、古いキットなので、デカールの劣化を疑ってかかりましょう。メーカーのロゴを試しに、どこかに貼り付けてテストします。案の定、これはダメなやつだ。簡単にバラバラになってしまいました。対応として、艶消しクリアを塗装してやります。おなじみの補強方法になってきたな。これも、今回は、少し厚めに塗ってます。では、コックピットのパネルのデカールを貼り付けます。どうやら補強は十分だったようだな。そして、コックピットを挟み込んで組み立てましょう。少し、噛み合わせが悪いので、挟んで固定し、しばらく待って、主翼を取り付けます。ここは、サイズが合わなかったので、削って合わせ込む必要がありました。それでは、塗装工程に入ります。色は、米軍標準色のグレー FS16440 だな。体上面を一通り塗装してみましたが、プラの色も相まって、発色している形跡が見て取れません。パテ埋めしたところでチェックできるかもな。紙筆産毛は、塗料を薄くのせられる反面、発色しにくい色は、根気がいるとも言えますね。仕上がりが綺麗になるなら、必要な手間だと思うけどな。2回目の塗装結果ですが、筆の跡が見て取れます。つまりムラだらけってことだな。頑張って塗装を続けましょう。少しスキップして、5回目の塗装です。熊の筆の際は、前の塗面が溶けて破壊されるのを、かなり警戒してましたが、紙筆は、その心配があまりないのが大きな魅力です。毛がとても柔らかいからかな。筆が吸う塗料が少なめというのも関係している気がします。5回塗ってもこの通り、まだまだです。ムラが消えてくれる気配がないな。長期戦必至です。一気に飛ばして10回目の塗装です。未だかつて、こんなに回数をスキップしたことがあっただろうか。この結果を見れば、飛ばしたくなるのも、お分かりいただけるのではないかと思います。よくよく見れば、まだムラが多いことがわかるな。いつもは、10回も塗ればゴールが見えるんですけどね。16回目の塗装に突入したところです。縦横方向を変えて塗ってるんだな。紙筆を使う場合は、そうした方が良さそうに思います。機体の胴体部分は、かなりムラが目立たなくなってきましたが、主翼の方は、もう少しかかりそうな様子です。広い平面部分がやはり癖者だな。20回目に到達しました。さすがに、そろそろ終わらせてしまいたいです。スカイホークは、機体が小さめだから、まだ助かってるな。主翼の部分もだいぶムラが消えてきました。あともう一息だな。これがラストになりそうな24回目の塗装です。普通の色だったら、機体塗装全部が終わってる回数だ。苦労した回もあって、かなり綺麗に仕上がった気がします。昔、熊の筆で作った時は、こうはいかなかったからな。紙筆のスペックは本物だと思います。さて、続いて機体仮面です。
こっちは、ホワイトだ。上面の機体色にさらに輪をかけて、苦戦を強いられそうです。1回の塗装では、ご覧の通り、全然綺麗になりそうに見えません。とにかく回数を重ねないとな。飛ばして6回目を見てみましょう。下地のプラの色と違うから、上面より塗ってる感が感じられるな。でも、結果は、ご覧の通りムラしかありません。まるで千里の道を歩かされてる気分だな。一応、着実に前に進めてはいます。そして、12回目の塗装です。いつもなら完了してもおかしくない回数だが、まるで中盤の様相だ。でも、だいぶ落ち着いてきたように見えます。これは、おそらく完成には20回は下らないだろうな。19回目の塗装です。これだけの回数を繰り返すとなると、ミスが非常に怖いな。一瞬の気の緩みで、振り出しに戻ったら目も当てられません。この結果を見ると完成は、20回の中盤以降か。そうですね。まだ全体的に、淡い感じでプラが透けてる感じがしますからね。そして、これが最後の塗装になるでしょう。27回目の塗装だ。いや、しかし、こんな回数になるとは、キットを買うときは、そんな覚悟なかったです。途中で何回か諦めかけたからな。でも、完成まで持っていけてよかったです。ホワイトが塗れるということは、他の色もまず持って大丈夫だからな。実績を積むことができたのは嬉しいです。仕上げに機体色以外の色を塗っていきましょう。マスキングの品質が命だ。万が一、染み出してたりすると、修正するのが地獄になりかねないです。機体色が弱い色だからな。機体の塗装が無事終わりましたから、デカールの貼り付けにかかりたいと思います。塗装以上に失敗が許されないパートだ。操作パネルのデカールは問題ありませんでしたが、他はどうですかね。どうやら、うまくいきそうな感じです。即座に崩壊はないようだな。ただ、弱っているデカールであることは間違いないので、優しく扱っていきましょう。と、言ったそばから、少しやらかしてしまいました。冷静に対処すれば、なんとかなる。はい、分離した部分を失ったわけではないので、なんとか修復することができました。今回、凹凸が激しいところにも、デカールを貼る必要があります。この尾翼が代表例だな。突出するところを緩和するために、あらかじめ、少し削らせてもらいました。あまりにデコボコすぎると、デカールがフィットしないし、歪んでしまうからな。デカールの適用も終わりましたので、墨入れをしていきたいと思います。機体色が淡い色だから、黒だときつくなりすぎるな。なので、グレーを使うことにしました。塗り重ねた回数も多かったですし、なかなか、塗料が溝を走りません。まあ、しっかりやりたいなら、掘り直さないといけないかもな。そこは、まあ、アバウトでも良いかなと思っていますし、塗面に影響が出ると悲劇になるので、どこかで練習してからにしたいと思います。最後に、別で塗装しておいた尾翼を取り付けて、機体側は、完成になります。いや、本当に無事にできてよかった。次に武装や付属する部品の塗装です。割と数がたくさんあるな。やはり武装が充実しているからだと思います。計12個ある爆弾ですが、オリーブドラグなので楽勝です。これまでの塗装に比べたら天国だな。それと比べて、ロケットポットと、ドロップタンクは、ダメです。またホワイトの塗装だからな。何回塗装したかは忘れましたが、機体仮面とそんなに変わらなかったと記憶してます。パイロンなどもホワイトですが、こっちはまだ癒しになりますね。一筆で塗れる大きさだからな。あとは、細かい部分の塗り分けです。気合で塗り分けるところと、墨入れでアシストできるところがありますが、ギアカバーのエッジ部分が一番気を使います。裏にも表にもはみ出すことが許されないからな。デカール貼りと墨入れも行い、武装と部品が完成です。早速組み立てていこうか。まずは、ギアを取り付けますが、ギアカバー部分の幅など削って調整したりしてます。ちょいちょい不整合なところがあるんだよな。ドロップタンクを取り付けましょう。特に問題はなさそうだ。しかし、爆弾ラックは、変に力をかけると、崩壊しかねないので、慎重に。ギアカバーを取り付ける順番を間違えました。爆弾の前に取り付けるべきだったな。なんとか、狭い箇所に差し込みます。
そして、最後のキャノピーです。もちろん、マスキングの上で塗装だ。縦横の2ステップでマスキングが必要です。もちろん、一度でもできるが、分けた方が精度が上がるよな。塗装済みのキャノピーを取り付けましょう。キャノピーがシートと干渉してたから、削ったんだよな。はい、あらかた機体の組み立てが完了した後に、こういうことが発覚するのは、痺れますね。スカイホークの複座練習機 TA4F の完成です。今回は、死ぬほど時間がかかったな。作る前から、機体色にしてやられる予想はしてましたが、まさか、ここまで時間がかかるとは、予想だにしてませんでした。昔、このチャンネルを立ち上げる前、スカイホークを作ってみたのですが、ムラのない図面が実現できず、諦めてしまったことがありました。今回、そのリベンジが叶ったわけだな。はい、満足のゆく仕上がりと思ってます。機体仮面もこの通りうまく仕上がったかなと思います。今回、タンクとポットも紙筆で塗ったが、これくらいのパーツなら、熊の筆でもよかったかもな。前回の動画から、約5ヶ月、なかなか時間が取れないことも相まって、大変お待たせしてしまいました。もう少し、趣味に時間を当てる努力をしないとな。はい、もう少し努力しないといけないです。さて、次回については、今回のスカイホークとは、打って変わって、最新鋭の戦闘機を紙筆メインで作りたいと思ってます。気長に待ってもらえると助かるな。それでは、ここまでのご視聴、大変ありがとうございます。また次回、よろしくお願いいたします。